おじゃくりです。今日はですね、ですね、昨日手腕 SM7B で、これですね。で、シェルフォーチャンネルと、あと、伊勢野さん SPX の比較をしてみたんですけども、ちょっとコメントでいただきまして、ノイマンの U87AI でやってみています。で、こういう感じで、取り付けまして、今がですね、シェルフォーチャンネルで話しています。はい。で、ちょっとヘッドホンへの乖離が小さいんですけど、というか、こんなもんか。今はですね、マイクプリのゲインが30デシベルですね。で、EQ もコンプもオフと、シルクスイッチもオフ、ローカットもオフっていうことで、今日もやってみているんですけども、なんか小さいな。はい、はい、OK。はい。ちょっとオーディオインターフェース、プリズムサウンドのライラ2のアウトがちょっと小さかったので調整しました。で、こういう感じで、今日もレックしてるんですけど、なんかMS2V 17 SPX を、2回目買うときに、究極のヘッドアンプが欲しいと思って、買ってしまったんですけど、シェルフォロチャンネル持ってたら別にいらないっていうのもあるんですよね。買ってしまったんですけど。で、ただシェルフォロチャンネルって一応チャンネルストリップなので、EQ コンプがついてるので、なんかマイクプリだけで使うのってもったいないっていうか、そんな感じがあって、いつも EQ コンプかけちゃうんですね。なんですけど、昨日ぐらいからマイクプリだけで話してみようと思って、今使ってみてるんですけど、上質ですよね。で、昨日シェルフォードがめっちゃノイズ少ないって思ったんですけど、で、結果的には 173 SPX よりも多分ノイズ SN はいいですね。で、今までそう思ってなかったのはなんでかっていうと、EQ とコンプかけてたからなんですよね。それね、外の機材じゃない、中の回路ですけど、それはノイズが増えると。特にコンプですかね。かけると、いろんな音持ち上がりますよね。というわけで、今日も検証中なんですけど、で、コメントくださった方が、シェルフォードの方がいいと言ってくださって、くぐもってるっていうよりも、その角が取れてる、尖ってない感じって言ってくださって、確かにそうだなと思って、伊勢野さんエスペクトの方がわずかに元気な音って感じなんですけど、こっちの方が角が取れてる、柔らかい感じなんですかね、多分。それってハイの処理だと思うんですけど、で、僕が今欲しいと思ってるマンレーのバリアブルミューもそういう感じですよね。ハイが、うるさくないっていうか、トゲトゲしくないっていうか、すっごいまろやかにハイをしてくれるので、すごい上質な音になると思うんですけど、そのハイの処理の仕方ってやっぱり重要なんだなというのをつくづく感じているところですかね。というわけで今日は、シェルフォードから始まったので、これから173に切り替えたいと思います。はい。MS2 部173スペックスに入れ替えました。はい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 。やっぱ SN はシェルフォードの方がいいですね。で、ゲインは30デシベルっていうことで同じにしてまして、シェルフォードだとここで、2部、伊勢名さんだとこの赤の部の30ですね。になってます。でですね、マイク
との相性にもよると思うんですけど、音は、やっぱこれ好きですね。僕173 SPX 好きなんですけど、元気ですね。で、結構アタックっていうかトランジェントっていうか、パンチがある音になりますね。このノイマンだと。めっちゃいい。この、トランジェントにコンプかかったような感じかな。で、めっちゃ気持ちいいんですけど、で、ハイも元気な感じっていうか、明るい感じ、透明感があってっていう感じで、気持ちいいですね、これは。好みでもあるし、っていうところだと思うんですけど、シルフォードの方が大人っていうのかな。ハイの角がちょっとまろやかな感じで、上質で落ち着いてる感じで、173 SPX の方がわずかに元気で明るいって感じですね。僕はやっぱこの音好きですね。はい。で、SM7B とは結構印象違いますよね、やっぱり。この U87 の音って。いいっすよね。なるほど。これは話してて気持ちいいですね。で僕、ウェブミーティングとかだと、別になんかマイクどうこうって言ってられないので、これApple の AirPods Pro ですね。で、ミーティングしてるんですけど、これはミーティングでもなんか使ってみたくなるような感じですね。こういう感じで。Zoom で、応用インターフェースを Lyra2 にすればいいだけですよね、多分ね。ということで、これはかなり気持ちいいです。ずっと話したくなるような感じで。で、昨日は、お伝えしたように、この音声のトラックには、アイゾトープ RX10 マウスディクリックっていうリップノイズ除去だけかけて、で、ノイズ除去とか何もかけずに。だから今、氷のガシャガシャ言う、ちょっと、妻が料理してるんですけど、音は入ってると思うんですけど、それはそのまま今回も入れたいと思っていて、で、マスタートラックは、アイゾトープオゾン11のマキシマイザー昨日かけたんですね。で、今日もそれはかけるかな。コメントくださった方が、マキシマイズもかけない。その音はどうですかって言ってくださったんですけど、例えば、そうだな、マイナス6デシベルぐらいにするとするじゃないですか。だと、テレビ以外、スマホとか PC とかだと、そのまま小さいままなんですよね。別に音量上げればいいんですけど、音量上げればっていうか、聞いてくださる方が音量上げてくださればいいんですけど、で、テレビだと DRC っていうダイナミックレンジコンプレッションっていうので勝手に音圧上がる場合があるんですね。別にそれも悪くないんですけど、なんか自分でコントロールしたくて、つまり、マイナス 14LFS に、基本マキシマイズかけると、スマホでも PC でもテレビでも基本同じように聞こえるので、いっぱいいっぱいの音量で、それが僕は好きなので、今回もそうすると思うんですけど、で、オゾンってだいぶニュートラルに持ち上げてくれると思うので、リミッティングの超えたとこの歪みの処理というか質感って例えばファブフィルターの L3 とかとまた違ってきたりして、僕オゾンの方が好きなんですけど、そのあたりに、プラグインの個性は現れる気がするんですけど、基本持ち上げるって意味では、トラックのゲイン DAW でゲイン上げるみたいな感じで、ほぼ音質は変わってないと思ってるので、いいんじゃないかと思ってます。いつもコンプかけたり EQ かけたり
ローカットしたり、なんかいろいろやっちゃうんですけど、こうやってほぼ素の音をお届けするのも、まあ、多少恥ずかしいんですけど、なんか、いいかもなと思ったりしますね。で、音声編集も上達すればするほど、あんまり余計なことやらなくなる気もしていて、結構コンプも、かかってるなって分かりやすくなるまでかけちゃうんですよね、結構。でもプロの方ってね、かかってるかかかってないか分かんないぐらいかけますよね、多分。まあそういうことだと思うんですけど、まあそのレベルにまでね到達したいんですけどね。はい。で今日は久々にノイマンの U87AI で話してみました。これちょっとセッティングがやっぱり手間かかって、まあ最高のマイクなんですけど、まあちょっと気合はいるんですけど、でポップガードあるじゃないですか。で歌うときはまあするんですけど、こう話すときは別にいらないかなと思ったりしてて、まあ唾は飛んでないわけないと思うんですけどね。結構あれ毎回やるの面倒なんで、ちょっとこういう感じで今日話してみています。はい、というわけで今日も参考になりましたら幸いです。ご視聴ありがとうございました。